はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きの説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術数秘術フェスに参加させていただくことになりました。今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解も皆さんにたっぷりとお伝えしたいと思っています。これまで勉強してこられた方や全く初めての方でも学んでいただけるような内容になっていますので、ぜひご興味ある方は概要欄から詳細ページご覧ください。では行きましょう。6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンドの2逆、ソード2、ペンタクス4、運命の輪、吊るし人、ソード4、デビル、気をつけることや対策はフール逆とワンドナイト逆とオラクルはワンドの3です。ほうって感じで、ちょっと先に星の話をさせていただくんですが、星で見るともういよいよね、もうこの先月の、5月26日以降木星が双子座に入って、お牛の皆さん本当に持続していく力をもうふんだんに使いますよねっていうところに入りましたよね。そして稼いでいくもそうだし、自分の価値っていうものをしっかりと構築していく、自分の感覚を肥やしていく、自分の感覚全てが自分の自己表現していくことなんだみたいな、そんな感じですごくたくましいというかね、力が来るぞみたいな感じがすごいします。どっしりとした力が。でさらに6月の9日以降はね、火星というバイタリティも大牛座に入ってきますから、粘り強く努力していく力が整ったみたいな感じがすごくするんですね。なので決めたことっていうのは本当にその通りになっていくみたいな感じです。でちょっと戻りますが、6月6日の新月っていうのがこれまたすごくいいなって私は思っていて、この6月6日の新月自体っていうのはとっても優しいエネルギーで、愛情とかお金とか社交性っていう金星と新月っていうのがぴったりひっついて起こるので、皆さんにとってどんな喜びを生活の中に入れていきたいですかとか、どんな何を自分に許可していきますかっていうのが宇宙から問われているような感じなんですよね。でそれまでやっぱりどうしてもちょっと自分っていうものを固く捉えたり、もっとこうあらねばって思っているものから何かを外しても受け入れていいんだよとか、これでいいんだなとか、もうちょっとこうしてもいいように自分に許してあげようとかって優しいエネルギーで自分を解放していくっていう感じがするんですよね。なのでこのエネルギーをお牛の皆さんにとっても本当に私って私でよかったんだみたいな、今の私に価値があるんだっていうことを深く感じられるような気がするんです。でそう思えたらもうめちゃくちゃすごい力を発揮できるわけです。人っていうのは今の自分がベストなんだと思えれば、今の自分にできることをやるわけじゃないですか。すごい高い目標でこんなんじゃダメだと思いながらやるわけじゃないので、非常にエネルギーがスムーズに流れていく。そしてこの時に決めていただいたこと、6月6日に決めていただいたこと、新月が夜の9時38分なので、夜でもいいし6月7日でもいいんですけど、決めたことを6月の9日からコツコツやっていくよっていうことで、自分の気持ちもバイタリティも宇宙の応援も来るってなったら、うわすごい確実に現実を作っていくみたいな感じがあるので、何を願うかってとっても大事なんですよね。何を願いますか。星の流れでいくとじゃあいくらこれぐらい稼げる自分になるぞとかでもいいし、お金を貯めるぞでもいいし、または本当の自分の価値っていうものを確かめようとかでもいいし、自分の感覚で生きていけるようにしようとかでもいいんですけど、何かね本当にもう確固たるものっていうものを作っていく流れが始まるって感じがすごくします。そしてそれの上でカードで見た時にまさにそれ今タイミングなんだみたいな感じがあるので、何かこの6月の前半に一つね突破できると思うんですよね。自分が思ってること、やりたいと思ってたこととか、変えたいと思ってたこととか、超えたいと思ってたこととか、解放したいと思ってたこと、何でもいいんですけど、何かその扉が開きますよっていうふうに言われてる感じがするので、よしって感じで、もういい
扉開かれてるっていう感じなんですけど、なぜか自分では動けないとか違うとかできないみたいな感じがあって、なぜか止まるんですよね。でそれは何なのかなっていうのがすごく気になります。でまず入り口がこう正しい道で行かなければそれは突破できないってもしかしたら思ってるかもしれない。こっちの道じゃなくてこっちだったんじゃないかみたいなのとか、現状を壊していくのが怖いみたいな感じがあります。現状もだって悪くないですしね、こうなんだかんだ言いながら現状進んでいけるしやっていけるから、これ以上下手に動いて失敗したくないとかそういう感じもあるかもしれないんですけど、でもやっぱりそれはノウハウとかそういうものじゃなくて、一番の勝負すべきは自分の感性ですからね。自分の感覚をどこまで信じてやっていけるかとか、自分の価値っていうものをどこまで、現実化させていけるかっていうことなので、戦略とかっていう感じじゃないんですよね、今言われてるのはね。そして自分が本当に大事にしたいものや自分の感覚っていうものがお家の皆さんの一番の魅力なんですよっていうふうに言われているので、それで勝負してください。自分が何を持っているとか自分が何を成し遂げてきたとか、外側の世界の形あるものじゃなくて、自分自身の感覚が全てなんだっていう感じね。でそれでいくと何も怖くないし何も失敗しないし、その命奪われることもないんですけど、なぜかちょっと止まってますね。なんでしょうこれは。そうか。なんかね、自分ではやっぱり動くのが怖いとか、動きたい気持ちはあるんだけど、他者から押されないといけないみたいな感じがあって、他者から応援されたりとか、できるよって言われたりとか必要とされたりすることで力を発揮していきたいみたいな感じがありますね。自分からって感じじゃないですね。それどうですか皆さん。今これカードはいくらでもこの結果を見て皆さんがそうか分かったじゃあやめるとかね、じゃあやるっていうふうにしていただいたらいくらでも結果っていうのは変わるので、今のこのメッセージを聞いてどう思うかっていうところで変えていっていただけたらいいんですけど、やっぱり一歩を進むっていうのは自分でやらなきゃいけないんだなって感じがしました。でもしくは、いや私本当にできないですっていう方は、そのコーチを頼むとか、誰かに背中を押してねっていうふうに頼んでおくとか、そういう対策を取ってやってもらったらいいかなと思いますね。で何かすごいやっぱりこだわりとか心配っていうものがあるので、やっぱそれを一人で克服するのが難しいっていう方は、そうね、誰かに応援してもらうしかないかなって感じがしますねこれね。ただいろんなこと考えたりとか動いてる動いてないっていうのあったとしても、ただ全体を通して言われているのは、今本当に未来に向けての扉が開かれているんだよっていうことを言われているので、今自分が悶々としてたとしてもちゃんと扉は開いてますよって、あとは押してもらったらいけますよって感じがすごくします。で計画はもしかしたら少し一旦ちょっとゼロになったりとか、自分が進んでいこうと思ってる道筋とはちょっと違う方向に変わるかもしれませんね。ちょっとね今回はお仕事とあと人間関係とちょっと見てみたいと思うんですよね。ちょっとお仕事に関して見てみます。仕事はね結構ね社会的なエネルギーが変わりましたっていう方も多いと思いますし、役割とか立場が変わったっていう方も多いと思うので、今の状況の中でどうしていくかですけど、カップの6、カップの5、ワンドの7逆ということで、そうですね、何かなくしたくないっていう感覚がねご自身の中にあって、これまでやってきた功績とかなんか実績とかそういうものもなくしたくないっていう感じがすごくあるんですけども、それは消えませんので大丈夫です。でお仕事っていうふうに見た時に、それでもやっぱりお金を稼いでいくっていうその現実的なものじゃなくて、自分の優しさだったりとか誰かに対しての思いっていうものがビジネスを広げていくんだよっていうふうに言われてるんですね。でもそこでもまた誰かに必要とされたら渡すけど、そうじゃなかったら渡せないみたいな、なんか自分の立場っていうのをものすごく引いたところで見てるって感じがあるので、自分で売り込むのは難しいっていうふうに感じてるのかなって感じはしますが、なんていうかな、大下の皆さんが持っている
お仕事って仕事に対しての考え方って皆さんそれぞれバラバラですけどね、別に仕事は稼ぐもんでしょうって思う方もいらっしゃるかもしれないし、いや仕事っていうのは社会貢献だよって思う方もいらっしゃるかもしれないし、様々ですが、今カードが言われているのは、自分の中にあった優しい気持ちで仕事をしてくださいと。誰かを蹴落としてやっていくとかではなく、自分が心地いいために、自分が自分のことをもっと好きになるために、自分で自分の感覚を認めるために、自分の思うその感性っていうのを大事に仕事をしていってくださいっていう感じで、それが他者に認められないんじゃないかという懸念っていうのは、いらないですね。思ってる以上に必要とされてるし、逆を言うと必要とされすぎるとしんどいじゃないですか、仕事でね。でもうまい塩梅でちゃんと自分の立場を守りながらやっていけますから、そこは心配しないでねって感じがしました。なので何かチャンスが来るとかトラブルがあるとかそういう感じではなくて、自分の立ち位置っていうものを、仕事を通しての立ち位置っていうものをすごく考えさせられる2週間なんだなって思いましたね。はい、でちょっと別で恋愛や、人間関係に関してちょっと見てみますね。おっとまた出ましたよ、デビルが死神。そうか、人間関係に関して一番ちょっといろいろ考えてるのかもしれないですね。考えさせられている。いやこれはとても大事なところです。お牛の皆さんって穏やかでね、なかなか問題を起こしたくない、ことを荒立てたくないっていう方も多いと思うんですけども、もしご自身が本当はこうしたいっていう思いがあるのであれば、そこをそらさずに見ていくっていうのは実はいいかもしれません。なぜならばちょうどね、ここから未来への扉が開いてるよって言った時に、どんな関係性でいたいんですか、どんな関係を作っていきたいのかっていう自分の素直な感覚ってすごく大事じゃないですか。だからもう当たって砕けろで、もうダメならダメっていう覚悟で言ってもいいし、ただちょっと今感じてるのはちょっと恐れが強すぎるって感じがするんですね。これを言ったら壊れてしまうんじゃないかとか、壊してしまうんじゃないかっていう恐れがあるなと思いますが、今日なんかすごく言われてるのは、自分の感性っていうものを大事にしてくださいねってすごく言われているので、その感覚とか感性っていうのは決して誰にも奪われないし、けなされないし、どれだけその感覚っていうものをうまく言葉で伝えられるかなっていう感じなので、もうこの関係性っていうのは変わらないんだとか、どうしようもないんだっていうふうに思わずに、この感覚っていうのが伝わるかもしれないっていう感覚で伝えていってほしいなと思いました。でもし今何かトラブルがありますとか、どうしてもその問題がありますっていう方は、それこそ自分はどう思ってるんですかってことなんですよね。相手にどう対応されるかっていうよりも、自分がその関係性をどうしたいと思ってるかっていうのが大事で、それによってもしかしたら何かしらの決意をしていくかもしれませんね。でもその決意っていうのはあくまでも自分の将来に向かっての、自分がどういう生き方をしたいかとか、どういう関係性を作っていきたいかによっての決断だから、決して悲しみとか打ちひしがせるとかではないんですね。なんか悪縁とかそういう自分にとって不利益な関係性っていうのはもうここでやめましょうって感じもする。流されるのはやめて、自分が本当にやりたいことに忠実にいることによって、自分がしっかりすることによって、もしかしたら切れていくかもしれない。で切ることも必要かもしれないって感じがします。今ね、お牛座の皆さんいろんな意味で変換期だから、そういう意味でもしかしたら人間関係を通して自分の強さっていうものを自覚させられているのかもしれないし、いつの間にかずるずると付き合ってしまっていた、変えられないと思っていた関係も自分がやってやることで変わるかもしれないので、そういうの意味も含めて6月6日の新月夜、もしくは6月7日に自分が本当にどうしていきたいかっていうことを意図してくださいね。そうすることによって流されずに本当の道に軌道修正していけるっていう感じがしました。はい、ということで、もしねこういう今こんな感じでこうしたいんですっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。最後にもう一枚いきましょう。お牛座の皆さんにね、はいスイートネスということで、このカードを見て何か感じることありますか？皆さんの直感でこのカードから感じるメッセージを受け取ってみてください。やっぱり優しさなんだねと思いました。もう自分の優しさを
奪われているとかいいようになんか使われていると思うのであれば、自分のためにその優しさを使うというのでもいいし、またはでもお仕事でもさっきも優しさっていうふうに出てたので、役割とかそういうのでも実はその自分の優しさや思いやりっていうのは生かされてますねって感じもしますね。そんな感じかなはい、ということで今回ここまでにしておきます。次回また6月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。何かしらよかったよという方はいいねボタンやチャンネル登録コメントで教えてください。ということで最後までありがとうございました。失礼します。